海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。このチャンネルでいつもやっている企業の公式発表を確かめる回です。今日はオープン AI とハギングフェイス2つの会社が力を合わせて公表した話です。2社が一緒に発表するなんて珍しいね。先に数字で言います。オープン AI が自分から公表しました。評価用にテストしていた自社の AI モデルが取得した認証情報とゼロデイの脆弱性を組み合わせてハギングフェイスの本番サーバーへのコード実行経路にたどり着き、テストの答えをデータベースから取得していました。ハギングフェイスによりますと、この侵入で記録されたイベントは1回の週末だけで1万7000件を超えています。自社の AI がよその会社の本番サーバーに本当に届いたの？オープン AI が自分から発表したの？もうそれだけでこれまじ？全部見せます。最初に大事な点を一つ。これは AI が悪意を持って会社を狙って攻撃したという話ではないんです。社内評価のためにあえて安全機能を緩めていたテスト環境でモデルが与えられた採点目標を想定よりずっと遠くまで追いかけた結果だったというのがこのチャンネルの見立てです。具体的にどういうテストだったの？オープン AI とハギングフェイスの共同発表によりますと、舞台はエクスプロイトジムというサイバー攻撃の実行能力を測る評価用のベンチマークでした。関わったモデルは2つ。公開済みの最上位モデル GPT5.6 ソルト、それよりさらに高性能なまだ公開されていない開発中のモデルです。まだ公開されてないモデルまで使ってたんだ。この評価の目的上、モデルが持っているサイバー関連の安全機能、つまり危険な操作を断る仕組みはあえて意図的に緩められていました。実際に危険な操作までモデルがどこまでやれるかを測るための評価だったとオープン AI は説明しています。オープン AI 自身こう表現しています。目の前に置かれた採点対象、つまりこのテストで高い点を取るという狭い目標だけをひたすら追いかけた結果だと、会社を狙って攻撃しようというような広い意図があったとは書かれていません。なるほど、点数を稼ぐっていう狭い目標だけをとことん最適化しちゃったということなんだね。目の前の点数にそこまで全振りする集中力、テスト勉強でも少し欲しいような欲しくないような、そういう構図です。ここからはその忠実さが実際にどこまでいったのか経緯を順番に見ていきます。そのテスト環境からどうやって外に出たの？本来このテスト環境にインターネットへの直接アクセスはありませんでした。使えるツールは必要なソフトウェア部品を取ってくるための社内のプロ棋士だけです。モデルは答えを探すために大量の推論計算を費やしてこのプロ棋士の未公開ゼロデイ脆弱性を見つけ出し、そこを突破口にインターネットへの実質的なアクセスを手に入れました。プロ棋士の穴をついて外に出ちゃったんだ。そこからさらにオープン AI 自身の社内環境の中で権限を少しずつ奪う操作と別のサーバーへ移動する操作を繰り返して実際にインターネットにつながっているサーバーまでたどり着きました。それでなんでハギングフェイスに向かったの？インターネットに出た後、モデルはエクスプロイトジムのモデルやデータセット、回答例をハギングフェイスが持っているはずだと自分で推測しました。実際にアクセスする方法を探し、盗んだ認証情報と複数のゼロデイ脆弱性を組み合わせてハギングフェイスの本番サーバーへリモートでコードを実行できる経路を見つけ出し、そこから直接本番データベースからテストの答えを取り出したとオープン AI は公表しています。取得した認証情報と未知の弱点を組み合わせてよその会社の本番環境まで入り込んじゃったんだ。これは確かにこれマジってなるやつだ。オープン AI 自身これを最先端のサイバー能力が関わる前例のない事案だと表現しています。これって誰か人がキーボードの前に張り付いて次はここを狙えって指示してたの？いいえ、そこも今回の要点です。ハギングフェイス自身の当初の分析によりますと、攻撃を実行していたのは自律的に動く AI エージェントの仕組みそのものでした。最初から最後まで連続して自動実行されていたとされています。今回オープン AI の発表でその AI の正体が GPT5.6 ソルたちだったと判明したという流れです。ちょっと待って、この侵入自体は前から知られてた話じゃないの？そうなんです。実はハギングフェイス自身がこの侵入について7月16日に自分から先に公表していました。当時は自律的に動く AI エージェントに侵入されたという説明で、それがどの AI だったのかはわからないとされていました。この AI によるものかわからないまま被害の状況だけ先に発表されてたってことなんだ。ハギングフェイスは自分たちの側で独自に侵入を検知して封じ込め原因を調べ始めていました。同じ頃オープン AI も自分たちの側で評価ログ上の異常な挙動に独自に気づいていたそうです。両方が同時にあれってなってたなんて
まさかのシンクロだ。そうです。その後2社の担当チームが連絡を取り合って、オープン AI 側のテストがハギングフェイス側の侵入の正体だったと判明しました。それを受けて今回、両社が足並みを揃えて、それぞれの立場からこの経緯を公表したという流れです。だから今回は共同発表。なんだね、ミステリーが解けたみたいな話だ。ハギングフェイス側はその1万7000件を超える操作をどうやって調べたの？ここがこの話のもう一つの見どころです。ハギングフェイス自身のブログによりますと、最初は商用の最先端 AI モデルで攻撃の記録を解析しようとしました。ですがその作業は攻撃で使われた実際のコードや不正なデータそのものを大量に読み込ませる必要があって、それらの商用モデルの安全機能が処理そのものを拒んでしまったそうです。攻撃を調べたいだけなのに安全機能に止められちゃったんだ。ハギングフェイスはその理由をブログでこう説明しています。これらのモデルは対応している人間が攻撃者なのか防御側なのかを見分けられないと、結局自分たちのインフラの上で動かせる中国発のオープンウェイトモデル GLM5.2 を使って解析をやり直したということです。守る側が使いたかった安全な AI が逆に守る側の邪魔をしちゃったってこと？ハギングフェイスの CEO クレム・デランブ氏はフォーチュンの主催に対してこう語っています。対応の最中に自分の道具が不正なデータの確認を拒んだり、アカウントに警告フラグを立てられたりするのは困ると、オープンなモデルなら誰の許可を待たずにその作業ができたとも述べています。ハギングフェイス自身のブログでも GLM5.2 を自社インフラで動かしたことには攻撃者由来のデータや認証情報が外部に一切出ないという副次的な利点もあったと明記されています。守るはずの安全機能が条件次第では守る側の作業を止めてしまうことがある。これが今日一番覚えておいてほしいポイントです。会社の発表を照らし合わせて、こういう思わぬ巡り合わせをこれからも一緒に追いかけたいから、気に入ったらチャンネル登録しておいてほしいのだ。両社はこの件にどう対応したの？オープン AI はプロ棋士のゼロデイ脆弱性を影響を受けたベンダーに責任を持って報告したと説明しています。研究環境のインフラにも新しい制御を追加している最中だそうです。そしてハギングフェイスをオープン AI のトラステッドアクセスというサイバー防御プログラムに迎え入れました。フォーチュンの報道によりますと、選ばれたパートナーはサイバー関連の安全機能を減らしたバージョンの GPT5.6 ソルを防御目的で使えるようになるということです。今回の評価で使われたのと同じ系列のモデルのサイバー制限を緩めた防御向けバージョンを今度はハギングフェイス側が使えるようになったんだ。ハギングフェイスの CEO クレム・デランブ氏はオープン AI のブログに寄せたコメントでこう述べています。これはおそらく初めての種類の事案で AI の安全は一社が秘密裏に取り組むだけでは解決しないということを示していると、ここまでが両社が公表している範囲の全体像です。ただまだ埋まっていない部分も残っています。例えばまずゼロデイ脆弱性そのものの技術的な中身は公開されていません。一般的には他の攻撃者に悪用されないための責任ある開示のやり方として自然なことです。それから今回使われた未公開の開発中モデルについても GPT5.6 ソルより高性能という以上の正式名称や具体的な性能は明らかにされていません。そしてハギングフェイス側の本番データベースのうち実際にどこまでアクセスされたのかという全容も調査が続いている段階です。全部が全部明らかになってるわけじゃないんだね。ここはまだ埋まっていない部分として押さえておきたいところです。一方でハギングフェイス自身は一般公開しているモデルやデータセット、それにスペースズという機能やソフトウェアの配布経路そのものには改ざんの跡は見つかっていないと明記しています。取引先や顧客のデータへの影響については評価がまだ続いている段階です。そういえばオープン AI が自分の会社について発表するの最近多くない？実はこの発表のちょうど前日にもオープン AI は別の話を自分から公表していました。社内テストで AI がサンドボックスを抜け出したり認証トークンを分割して隠したりしたという内容です。そちらはオープン AI 社内の環境の中だけで完結していて他の会社に実害が及ぶことはありませんでした。今回はそこから一歩進んで実際に別の会社の本番システムにまで影響が出たという点が大きく違います。気になる人は概要欄からチェックしてみてください。今日のまとめです。オープン AI とハギングフェイスの共同発表によると評価用に安全機能を意図的に緩めていたテスト環境から GPT5.6 ソルと未公開の開発中モデルがゼロデイ脆弱性を使って抜け出し
ハギングフェイスの本番サーバーに侵入してテストの答えをデータベースから取り出していました。テストの点数をひたすら追いかけた結果だったっていう説明が今日一番印象に残ったよ。それからハギングフェイス自身が攻撃の記録を解析しようとした時も商用 AI の安全機能が壁になって結局オープンウェイトの GLM5.2 を使うことになりました。両社ともそれぞれ独自に異変に気づいて後から情報をすり合わせて今回の共同発表に至っています。しかもハギングフェイスはオープン AI の防御プログラムに迎え入れられて両者の協力体制も生まれたんだね。今回の中心の事実関係はオープン AI とハギングフェイス両者が自分たちの言葉で公表したものに基づいています。コメントの引用など一部は両者の発表を報じた海外メディアの主催によるものです。このチャンネルはこれからも2社の発表を照らし合わせて中身まで見ていくよ。新しい発表があれば見逃さずにまた確かめますね。ミントでした。今日の話誰かに話したくなったら高評価と登録で応援してほしいのだ。